こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、7ヶ月ぶりの更新ということで、ご心配おかけして大変申し訳ありませんでした。ぼちぼち連載再開し、近々の失踪まで、また頑張っていこうと思います。失踪じゃなくて打ち切りでしょうに。他の動画で触れましたが、現行 1.8 のままで目標半分まで進めた時点で、もしくはワールドロスとした時点で、この企画は打ち切りとすることにいたしました。申し訳ございません。つまりここからタイトル詐欺企画ね。さて前回は、第2次キノコ島探しに、大変広そうな海洋に目をつけたのですが、結局キノコなかったです。あわよくば全バイオームコンプを狙ってたおまけ目標も、ここまでで断念です。ゾンビ浮いていたわね。7ヶ月浮いていたようです。で、先にネタバレしますが、今回は採掘はせず、リスポーン拠点に戻るまでとなります。ますますタイトル詐欺ね。まあそれどころか、今回はプレイの内容にはほぼ触れません。一応久々の息抜き企画なので、ダイヤ5000個まで残り330個の採掘を普通に楽しもうかと思ってプレイ再開したのですが、プレイ中に急遽、新たなブランチマイニングの構想が固まってきてしまい、採掘の続きどころではなくなってしまいました。というわけで、ここからは歌唱でひとまず、試し彫り式風車型ブランチマイニングの話となります。なお本題に触れる前に言い訳を、ちらっとどこかでお話ししたと思うのですが、この企画のダイヤ1万個の収集目標は、いわば表向きです。裏の目標は、ダイヤ鉱石の生成データ1万件を収集し、分析すること、そして何らか結果を出すことでした。まあ要するに、研究目的企画と言いたいのね。事前に研究目的と公言しなければ、何ら成果が出なかった時に、表向き目標のみだと言い張ることができるんですよね。こっぱずかしい事態を避けるための合理的判断です。さて、前々作でも鉱石データ集めをしてましたが、欲しいデータが主に2つ欠けていました。うち1つは風車型の収束ね。つまりは風車型の採掘コードでの、周回数に対する採掘ダイヤ数の、より正確な期待値です。前々作では48周目で止めてしまったので、謎のままだったんですよね。まあそれで1万件くらいはデータが必要かなと、多めに見積もっていたわけです。で、もう一つはダイヤ鉱脈のデータでした。理論値は計算済みでしたが、実際のデータをコツコツ収集したのはこの企画が初めてです。でもまあ、風車型の収束を確認してからは、その2倍掘っても大した成果を得られず、淡々とデータ集めするもモチベーションが低下してきて、それでバイオーム探しで息抜きしたら、息切れしてしまいました。まあもともと息切れ企画だったわよ。この心境を一変させるきっかけになったのは、今振り返ると、木座走るかさんによる、風車型をチャンクに沿わせる提案です。この発想、私には完全に盲点でした。私は今まで、デバッグ画面を使わずに済む方法ばかり模索していたんですよね。そういえば風車型の採掘コードも、黒曜石を調べて確認してたわね。ほんと目から鱗でした。で、ここまでの話の、採掘距離に対するダイヤ割合、実際の鉱脈データ、チャンクに沿わせる概念、の3点を頭の片隅に置いていたわけです。それが、このプレイ中に急に結びつき始めた、というわけです。さて、では本題へ。試し彫り式風車型を端的に言えば、ダイヤ鉱脈がチャンクに基づいて1箇所生成される性質を利用し、採掘ルートを取捨選択するものです。なので、枝型にもそのまま応用できると思います。また、基本概念は珍しいものではないでしょう。苦戦したのは実用的な方式にまとめ上げることで、今もなお奮闘中です。まだ完成には至ってないのね。検証段階に進むまでもうちょいかかりそうです。さてではポイントを。まず1チャンクは 16×16 の範囲で構成されており、この中にダイヤ鉱脈がほぼ1箇所生成されます。厳密には微妙に違いますが、重要ではないのではしょります。で、
風車型でも枝型でも、チャンク内で4本採掘するのが一般的です。その高さにダイヤが生成されていたら、割と漏れなく掘り当てられるものね。ここで、もし下の1本目を採掘したところでダイヤを見つけてしまうと、上3本ではダイヤが見つからないことが分かってしまいます。つまり上3本はなるべくなら採掘したくない。これが1つ目のポイントです。次に、1本掘ってもダイヤが見つからなかったならば、1本目の周囲にダイヤがない情報を得たことになります。その情報によって、残り3本を採掘するときには、ダイヤを見つけられる確率が上がる、というのがもう一つのポイントです。外れを1本引いてしまえば次当たる率は上がるわね。さて次に、それぞれどの程度の確率かを特定していきます。まずは風車型のコードで、チャンク内の最初の1本目を掘った時にダイヤ鉱脈が見つかる確率です。公式ウィキのグラフから、各コードのダイヤ鉱石の埋蔵分布はこんな感じとなっていて、普段採掘するコードはここです。ちょうど溶岩に落ちるところね。で、ダイヤ鉱脈は最大高さ4段に連なります。鉱脈の一部さえ見つければ、他の隠された鉱石は芋づる式に掘り出せるので、意外と上下方向の守備範囲は広くなることがあります。そんな雰囲気をつかんでいただいた上でこの企画では、風車型86周で、つまりは 43×43 チャンク相当の範囲の中で、412箇所のダイヤ鉱脈を見つけていました。プレイでの単純計算では、1チャンクをほぼ4本掘ったダイヤ鉱脈発見率はこのようになります。4から5チャンクを4本掘って、1箇所ダイヤ鉱脈を見つけてるのね。ただし、空洞などで削られてダイヤ鉱脈が生成されていないこともあります。今求めたいのは、1本目に対する2本目の差など相対的な数値なので、埋蔵分布から鉱脈が削られていない場合の補正数値を得ます。つまり、1分の 14.7 ね。さて、では先ほどの図面に戻りますと、チャンク内の1本目を採掘した時に、その1本目の周囲が空洞などで削られている例外を除けば、ダイヤ鉱脈が見つかる確率は、1分の 14.7 ということになります。つまりその採掘の1本で、そのチャンクの1分の 14.7 を調べられた、ということよね。言い換えると単純計算では、14.7 本採掘すればそのチャンクを全部調べられる、ということにもなります。という考え方から、この1本目でダイヤ鉱脈が見つかっていないのなら、採掘2本目以降で鉱脈が見つかる確率は、1分の 13.7 に上がっているわけです。で、掘ってもダイヤ鉱脈が見つからないときは、どんどん確率が上がってこんな感じとなります。つまり、ダイヤが見つからなければ美味しいのね。ここで重要なことは、採掘したことがない新たなチャンクを掘るよりも、ダイヤ鉱脈が見つかっていないチャンクを掘る方がお得、ということです。さて、では風車型への適用の話です。話を簡単にするために、中央のチャンクから出た周回を1周目として、今は1周目を掘った時点とします。すでに四隅がギザギザしているけど、1周目を採掘する段階で、四隅については4周先の目印までギザギザ彫りしておきます。で、さらにややこしい話を避けるために、四隅のチャンクは考慮外として、この4つのチャンク上だけを注目します。つまり、それぞれ1本ずつ採掘した4チャンクがあるってことね。この赤い部分が、それぞれのチャンクを試し彫りした1本目です。この赤い部分でどれだけダイヤ鉱脈が見つかったかによって、2周目から4周目までを普通に採掘するか、もしくは2から4周目を採掘せずに飛ばして、新たなチャンクの5周目を掘りに行くかを決定する、というわけです。さて、今お見せした風車型の4チャンクは、横に並べて一直線に掘った4チャンクとほぼ同値なので、これに基づいて考えます。1本目の鉱脈発見率は1分の 14.7 なので、先ほどまでの話をごちゃごちゃ計算するとこんな感じです。例えば、めちゃくちゃ確率が低いですが、1本目でダイヤ鉱脈4箇所見つけたら、迷うことなく2から4周目は飛ばします。もう鉱脈残ってないケースね。
次に鉱脈1箇所だけ見つけたケースを考えると、1本目の鉱脈発見率を 100% とする基準では、80.5% まで落ちています。この時も、2から4周目を飛ばして新たなチャンクを掘った方がいいでしょう。最後に、まだダイヤ鉱脈を見つけてない場合は、鉱脈発見率が 107.3% に上がってます。この時は従来の風車型通りに2から4周目を掘る、という感じです。つまり、試し掘りした1本目のダイヤ鉱脈数を数え、特定の敷地を基準に採掘ルートの取捨選択をする、ということね。2から3本目でも敷地計算してもいいとは思いますが、シンプルで実用的な方式になるかが課題です。で、今みたいな感じで、試しに簡易的に試算してみたら、なんだか偉いことになりました。採掘を飛ばす率は概ね半々で、飛ばした時のダイヤ発見率は概ね3割上昇するようです。そこそこ効果があるってことかしら。結構複雑な計算してるので、計算ミスが隠れているかもしれず、正直まだ本当かな、という感じです。いつものうっかりが怖いわね。まあ近いうちに検証する方針です。そういえばピラミッド企画で述べた、風車型7の方が良さげという話は、試算したら部分的に誤りです。すみません。はっきりしないわね。チャンクの影響は相殺されてしまうっぽいですが、洞窟などを想定すればやはり若干部外ように思います。さて、リスポーン拠点に戻ってアイテム整理をしているところで、今回はここまでです。やっとプレイの内容に戻ったところで終わりね。本当もまさか急に思いつくとは思ってもみなかったので、色々想定外で、動画は突貫工事です。次回は準備が間に合えば試し掘り式を、間に合わなければ従来方式で採掘を進めます。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。